こんにちは、レイムです。マリサだぜ。OOTP26 FA 補強禁止縛りシリーズの6回目だよ。今回は2027年シーズンを進めていくぜ。じゃあ、はじめに開幕時点のメンバーを確認していこう。まずは投手陣。ウェーバーから獲得したマイヤーズ、ウォルドロンがローテーションの1、2番手に入ってきているな。あとは昨年オフにトレードで獲得していたマカルーが成長して、クローザーを任されるようになっているよ。そのマカルーの能力はこちら。ちなみに昨シーズンは、18試合32イニングで防御率 7.44 と苦しんでいたぜ。獲得時のオーバーオールが40だったところから、今は48と評価を上げているよ。続いては野手陣。ルール5ドラフトで獲得したチミロの評価がオープン戦を終えて下がったことで、マルティネスが DH、マットショーが3塁に入っているぜ。そのチミロの能力がこちら。獲得時の能力評価がこんな感じだったから、かなり大きく下がってしまったな。外野の控えを一枠増やしたいという気もするし、元のチームに返却するのもありかもな。まあ、しばらく様子を見てみるよ。じゃあ、日程を進めていこう。まずはシーズンの約半分に当たる6月終了までスキップするぜ。はい、6月終了まで日程を進めたよ。それじゃあ、ここまでの成績を確認しよう。まずはチーム成績から。ここまで79試合を戦って35勝44敗で地区最下位。ただ、去年に比べたら戦えているな。そうだな、多分厳しいとは思うがワイルドカード圏内までは 5.5 ゲーム差と、まだプレイオフ進出が絶望的なほど離されてもいないしな。各選手の成績も見ていこう。まずは投手。ウェーバーから獲得したマイヤーズ、ウォルドロンがしっかり先発として仕事しているな。開幕をクローザーとして迎えたマカルーは、6月の途中から先発に回されているよ。防御率 4.44 とパッとしていないように見えるが、実はリリーフでは23試合で防御率 1.44 と好成績を残していたんだ。先発では5試合で防御率 7.61 か。GM 権限でリリーフに戻させておくよ。ルール5ドラフト組は全員 5- と残念な成績だな。ああ、イアンはまだ成長途上だからいいとして、他の3人は残念だな。特にリトルは、防御率 3.98 と見た目の数字はまずまずだが、ボーはチームではアストのマイナス 1.0 となっているぜ。あとはステファンが思ったより能力が低く、成績も悪いから元のチームへの返却を考えているよ。続いては野手。去年散々だったシンプソンがここまでボー 1.1 と検討しているよ。WRC プラス64と相変わらずバッティングはいまいちだが、走塁と守備でプラスを稼いでいる感じだな。今年からポジションをライトに移したのが良かったのかもな。あとは今季加入のチミロ、マルティネスが微妙な成績だな。そうだな、チミロは返却、マルティネスとついでに 5- のカストロはマイナーに落として、代わりにトリプル A で好調のホワイト、マンシー、クラークを昇格させるよ。じゃあ、もう少し日程を進めてドラフトをやっていくよ。今年はなんといっても全体1位指名権を持っているからな。ああ、今後に向けて大事なドラフトになるよ。ということで1巡目指名は外野手のネルソン・アルバレス。パワーと選球眼のポテンシャル評価がどちらも120超えの長距離砲だぜ。他の指名候補は全体1位には微妙な選手ばかりで、あまり迷わずに彼を指名したよ。MVP 争いをするくらいの強打者に育ってほしいところだな。2巡目は内野手のエルレンドホーン。二遊間を守れて、打撃能力も守備能力も高い選手だぜ。このポテンシャルの通り成長してくれたら、リーグでも上位の内野手になると思うよ。3巡目は投手のジェラルド・アレアーノ。球威はすごいが、コントロールに難のあるタイプの先発投手だぜ。4巡目も投手のリン・ラウザー。彼はバランスのいい能力の先発投手だぜ。5巡目も投手のスティーブ・パーハム。彼もバランスのいい、先発候補の投手だぜ。この3人のうち、2人くらいローテーションに入ってきてほしいところだよ。今年のドラフトはこんな感じ。6巡目以降は残っている選手の中でポテンシャル評価の高い投手や、長打力と選球眼の高い野手、守備能力の高い捕手や二遊間などを指名しておいたよ。去年は1位から3位まで投手だったけど、今年は1位、2位が野手指名だったな。ああ、去年は将来の主軸候補を取れなかったのが残念だったが、今年は2人獲得できたから2年間でいい感じのバランスになったよ。じゃあまた日程を進めてトレードデッドラインへ。トレードしておきたい選手はいるのか？今のうちに売っておかないとまずい選手はいないけど、強いて言うなら、残り契約が2年半のソダーストロムが今季好調だから、いい対価が得られるのであれば売ってもいいかなという感じだよ。今季はここまで102試合で32本塁打、OPS922、防 2.3 か。この成績ならと思って再度契約延長の交渉をしてみたが、年平均3000万ドル以上の契約を要求されたから見送ったよ。まあ妥当な要求ではあるんだろうが、うちの予算規模を考えると、この額を払ってまで残すような選手じゃないような気がするぜ。なので、対価次第ではトレードを、と考えているよ。あとは残り3年半のウィルソンも候補だが、去年から成績が落ち気味でいい対価が得られそうにないよ。彼もいいオファーがもしあればくらいだな。それじゃあトレードデッドライン終了までスキップ。はい、トレードデッドラインが終了したよ。ただ、結論から言うと、今年は1件もトレードが成立しなかったよ。ソダーストロムやウィルソンを放出するトレードも模索したが、納得できる対価を出すチームは現れなかったな。このまま契約最終年まで残して、休応拒否の保証指名権をもらうコースもありかな。ただ、このタイミングでウェーバーからニック・フラッソを獲得したよ。
フラッソは残り 5.5 年保有可能な、先発もリリーフもできる投手。今季はジャイアンツで19登板、12先発で5.3をマークしているぜ。それじゃあシーズン終了まで日程を進めるよ。と思ったけど一旦9月1日でストップ。なんと8月を終えてワイルドカード圏内まで1ゲーム差の位置にいるよ。借金が7つあるけどこの位置なんだな。チーム成績を見ると、ソダーストロムとカーツが打線を引っ張り、途中で昇格させたホワイトもいい仕事をしているようだな。せっかくプレイオフが狙える位置にいるし、先発陣に若干不安があるから、トッププロスペクトのアーノルドを MLB 昇格させてみるよ。まだオーバーオール41と育ちきってはいないが、トリプル A では O3.1 とまず結果を残しているぜ。ゲーム上どれだけ意味があるかはわからないけど、来年の本格デビューに向けて経験を積ませる意味もあるよ。また、去年のオフにパイレーツにトレードしていたトーマスが DFA されていたから、クレームして獲得しておいたよ。ここまでの成績はいまいちとはいえ、実質タダでマルティネスをもらった感じでラッキーだな。ということで、このメンバーで残り1ヶ月を戦っていくよ。ここからは1週間ずつ日程を進めていくぜ。9月最初の1週間が経過。ワイルドカード圏内までは 2.5 ゲーム差と少し離されたな。ちなみにアーノルドの初先発は、4回5失点と散々な結果だったよ。もう少し様子を見たいが、場合によってはロースターから外すことも考えないといけないな。ということでもう1週間スキップ。この1週間を5勝2敗として、再び1ゲーム差まで迫ったよ。残り17試合、まだまだ現実的な差だな。ちなみにアーノルドの2登板目は、5.2 回を2失点とまずまずの内容だったよ。そしてさらに1週間スキップ。なんとワイルドカード3枠目に5チームがゲーム差なしで並んだよ。その下のエンゼルス、アストロズも含めて7チームで残り1枠を争う感じだな。そして残り5試合まで進めたところで、3ゲーム差まで離されてしまったよ。途中5連敗もあってほぼ脱落まで追い込まれたな。そして、160試合目のロッキーズ戦に敗れ、残り2試合を残してレギュラーシーズン敗退が決まったよ。まだ勝負期ではないチームでよくここまで頑張ったぜ。最終成績がこちら。アスレチックスは76勝86敗で地区3位。来季から少しずつプロスペクトたちをデビューさせて、徐々に勝負期に移行しようという中で、来季以降に希望が持てる結果となったよ。ちなみにワールドシリーズはフィリーズが連覇。敗れたオリオールズも2年連続のワールドシリーズ進出だったな。ではチーム成績を見ていこう。ざっくり見ていくと、今季は野手号がリーグ8位、投手号がリーグ最下位か。ワイルドカード6位ってことはリーグ9位の成績ってことだから、まあ妥当な順位だったと言えるかな。続いては個人成績。投手から見ていくよ。今季から各選手の現在能力とポテンシャル評価を表示しているぜ。また、並び順は王の高い順にしているよ。それじゃあ軽く上から触れていくよ。投手陣で一番の5を記録したのは、ルール5ドラフトで加入2年目のメナ。36登板、26先発で 5.2.4 をマークしたぜ。エース級の能力、成績ではないけど、去年に続いてまず安定した成績を残してくれたよ。続いてはマカルー。途中ちょっとだけ先発に回されて防御率が悪化しているが、リリーフに限れば防御率 2.84、防 2.0 の好成績を残しているぜ。来季以降も勝ちパターンのリリーフとして期待したいね。次は開幕前にウェイバーから獲得したマイヤーズ。開幕から先発としてチームを引っ張り、オールスターにも選出されたぜ。後半少し成績を落としたが、能力的にも来季以降エースとして期待しているよ。あとはルール5ドラフトで獲得したヤン。現在能力の低さに目をつぶって、将来性に期待して獲得したが、O- とはいえ9大点の成績だったな。1年経ってもポテンシャル評価が下がっていないし、来季以降成長してリリーフ陣の中心になってほしいよ。続いては野手陣。2036年までの長期契約を結んでいるカーツがチームトップの 54.8 をマークしたよ。去年は怪我で半分以上欠場したが、今季は主力としてしっかり活躍してくれたな。ただ欲を言えば MVP クラスの成績を残せるくらいまで成長してほしいと思っているよ。後半に成績を上げて、8月9月で O3.3 を積み上げているから、1年通してそれくらいの成績を残せれば MVP も見えてきそうだな。あとはソダーストロムが47本塁打、OPS918、O3.6 の大ブレイク。打点王も獲得したぜ。FA まで残り2年、契約延長には年平均3400万ドルくらい必要になりそうだから、評価が高まったであろうこのタイミングで打っておきたいと思っているよ。来季から少しずつ勝ちに行こうとしているから残してはおきたいが、企画のルール的にはこういう選手でしっかり将来の主力選手を取っておきたいところだぜ。まあ、納得できる対価が得られそうにない場合は FA まで使い切って、休王拒否からの保証指名権をもらうのもありだとは思っているよ。次はシンプソン。加入1年目の昨年は O- まで成績が落ち込んで心配していたけど、今季はしっかり O3.0 を稼いでくれたよ。
相変わらず打撃は平均以下だが、走塁と守備で高い貢献度を残してくれたな。守備についてはセンターからライトに回ったのが大きかったとは思うけど、94盗塁もして失敗が8個だけというのは凄まじい数字だね。WSB という、盗塁で何点分チームの得点を増やすのに貢献したかという指標も、17.3 というこれまで見たこともないような数字を叩き出しているぜ。そのシンプソンに代わってセンターに入ったバトラー。初の30本塁打を達成して 52.1 と好成績は残したものの、守備貢献を表す ZR はマイナス 14.0 とかなり苦しんだよ。やっぱりちゃんとセンターを守れて、そこそこ打てる選手に出てきてほしいところだな。ショートのウィルソンに関しても、ZR-10 と守備面で不安を残し、WRC プラスも100でちょうどリーグ平均レベルの打撃成績と、選手としての価値が下がってきている感じがあるよ。ずっとトレードも模索しているが、なかなかいい対価が見つからないしな。来季からショートのプロスペクトのデフリースを MLB で起用しようと思っているから、ウィルソンのサードやセカンドへのコンバートも検討しているよ。サードへのコンバートっていうのは、やはりマット賞の不振もあってのことか？その通りだよ。今季の賞は打撃も守備も平均以下の成績で、王はマイナス 0.5。ウェーバーから獲得したミラーや、今季途中から昇格させたマンシーが、セカンドのレギュラーとして十分期待できる感じだから、より立場が危うくなってきているよ。彼とは2035年まで契約を延長しているから、今後の不安材料だな。引き取り手はなかなかいなさそうだけど、今オフのトレードも検討してみるよ。あとはシーズン途中から昇格して、DH に定着したホワイトにも触れておこう。わずか60試合の出場で20本塁打、162試合換算だと54本塁打ペースだぜ。OPS893、WRC プラス146と、チームの中心打者になれる素質を示したよ。そのホワイトの能力はこちら。パワーはチームトップクラスだな。まともに守れるのはファーストだけで、そのファーストにはカーツがいるから必然的に DH しかポジションがない状況だけど、今後もこれくらい打てるなら、長く DH のレギュラーをつかめそうだよ。ということで、今回はここまでにするよ。次回は2027年オフシーズンの様子をお届けするぜ。来シーズンから少しずつプロスペクトを昇格させて、徐々に勝ちに行く予定なので、応援よろしくお願いします。もし次回も見たいと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくだぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。